娘が里帰りしたいって言ってたからよろしくね。よろしくってどういうことですか？だから里帰り出産よ。あの里帰り出産ってどこにです？ここに決まってるじゃない。堂々とそんなことを口にする義母。里帰り出産って実家へするものですよ。ここは義実家ではないし、夫の家でもない。私は自分勝手な義母に冷たく現実を突きつけた。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して3年になる。私たちの出会いは合コンだった。共通の友人が開いてくれた会で、私はあまり合コンには行ったことがなかったのだが、そろそろ結婚も考えないといけないと思い、それには出会いの場に行かないとと思って参加した。そこで出会ったのが正人だ。彼もまた、合コンにはほとんど参加したことがなかったようで、なんとなくぎこちなかった。それから席替えで隣になったことをきっかけに、私たちはいろいろとお話をした。全体で話すよりも、こうやって1対1で話す方がリラックスして話せたし、彼とは波長が合うなと思った。そして合コンの後に2人で飲み直すことにし、バーに移動して2人でお酒と会話を楽しんだ。それから連絡先を交換して、私たちは定期的に仕事後に飲みに行ったり、食事に行くようになった。順調にデートを重ねていき、その後私たちは付き合うことに。まさか思い立って参加した合コンで、彼氏ができるとは思わなかったが、これも運命なのかなと私は嬉しく思っていた。そして彼と1年ほどお付き合いをした後、私たちは結婚することになった。彼は私より1歳上で、彼も次付き合う人とは結婚をしたいと考えていたらしい。私も同じ考えだったので、1年間の交際でも結婚に踏み切ることができた。両家の顔合わせなども済ませて、結婚式も挙げて新婚生活をスタートさせた私たち。夫とは一緒に暮らしても、全く問題や気になるところはなかった。それどころかすごく落ち着けるし、趣味思考や生活スタイルや価値観みたいなのも一緒で、ストレスなんて一切かからなかった。楽しく幸せな結婚生活を送っていた私たちは、共働きなので収入も安定して得ることができていた。そのため休みの日は旅行に行ったり、ドライブに行ったり、記念日には贅沢に高級レストランに行ったりして、たくさん夫婦としての思い出を作った。夫と一緒にいるだけで、どんなことも楽しくて私は笑顔でいられた。まさに運命の人と呼ぶにふさわしいと思う。そんな夫との幸せな結婚生活。だが3年が経った今、とあることがきっかけでその状況が崩れそうになっている。それは義母の存在だ。正人、のぞみさん、こんにちは。母さん、どうしたんだよ急に。単刀直入に言うけど、私をしばらくここに置いてくれないかしら。どういうことですか？実はね、不審な男が私の家の周りをうろついてるのよ。本当に？それは一大事じゃないか。警察には相談したのか？夫が驚きながら心配した様子でそう聞く。一応は相談したんだけど、まだ被害が出たわけじゃないし、きっと動いてくれないわ。そんな。でもまあ、警備やパトロールは強化しておくとは言ってくれたわ。だけど、ちょっと不安でね。お父さんを去年に亡くしてから私一人でしょ。だから、何かあった時に対処できないし怖くて。母さん。義母はとても不安な様子だった。確かに一人きりの状況で不審者と遭遇したら誰だって怖いだろう。多分1ヶ月程度家を空けていれば、おとなしくいなくなると思うんだけど。1ヶ月ですか？私は少し驚いてしまった。義母の話の流れで言うと、1ヶ月もこの家に居候をするということだろう。私はさすがに戸惑った。それではほとんど同居状態だ。いきなりそんな長期間滞在すると言われても困る。
だが義母に何かあった時に後悔するのも嫌だ。ちょっとだけマサトさんと話し合ってもいいですか？ええ、いいわよ。いきなり来られて、あなたたちも困ってるでしょうし。ありがとうございます。私と夫は一旦寝室に行って2人で話をした。私はさっき感じたことなど正直に話した。夫も後悔はしたくないようで、できれば義母を一時的でもここに寝泊まりさせて、安心させてやりたいと言った。夫がそこまで言うのなら、私もそれに賛成しよう。そう思い、私たちは義母を1ヶ月間ここに泊まらせることにした。本当にいいのかい？ありがとう。義母はとても嬉しそうにしていた。それじゃあ母さんの荷物を早速持ってこないと。ああ、それは大丈夫。ある程度必要なものは持ってきてあるから。そうなんだ。私と夫は少し驚いた。義母はすでに荷物を持ってきていて、私たちにお世話になる気満々だったということだ。まあ私も夫も話し合いの結果、義母がここで寝泊まりすることは承諾したし、細かいことは気にしなくていいだろう。こうして一時的に私たちと義母との共同生活が始まった。だがこれが地獄の始まりだった。ちょっとのぞみさん。あなた、これ一体何？ちょっと何勝手に私の部屋の引き出しを開けてるんですか？こんな下着を身につけてはしたない。あなた、見た目に似合わず派手なのね。やめてくださいよ。お母さん、さすがに人の部屋の中に勝手に入るのは、ちょっと常識がないと思いますよ。何よ。私はただ、掃除をしてあげようと部屋の中に入っただけよ。それなのにどうして、そんな風に責められなければならないのよ。お気遣いはありがとうございます。ですが、私の部屋は別に掃除しなくても大丈夫ですから。こういう時は、きちんと言わないと相手は分かってくれないだろう。私は義母にそうやって毅然とした態度で断りを入れた。だが義母はそれが気に入らなかったようだ。ちょっと、マサト。のぞみさんったらひどいのよ。私に怒鳴ってきたんだから。怒鳴る？食事の際に、義母はそうやって夫に告げ口のようなことをした。一体何があったんだよ。私が居候させてもらっているお礼に部屋の掃除をしようと思ったら、ものすごい鬼の形相で怒って、私の部屋は掃除しなくて結構ですって言ってきたんだから。あの時ののぞみさんすごく怖かったわ。おとなしそうな顔をして、あんな風に癇癪を起こすのね。逆にそういう人の方が怖いのかしらね。そう言ってニヤニヤする義母。だいぶはしょった説明は、私がまるで急に怒り出した情緒不安定な人みたいな言い方だ。のぞみ、母さんはこう言っているけど、本当のところはどうなんだ？夫はそう言って私をじっと見た。ちゃんと私の話も聞こうとしてくれている。私は一旦深呼吸をして冷静に答えた。確かにお母さんが説明したことは言ったし怒ったけど、それはお母さんが勝手に私の部屋に入って、下着が入った引き出しを開けたからよ。しかも私が身につけているものに、派手だとかはしたないとか言ってきたの。母さんそんなことしたのかよ。私は、その、調査を。夫に冷たい視線を向けられて慌てる義母。調査って何の調査だよ。慌てすぎて変なことを口走ってるじゃないか。今ので母さんが嘘をついて、のぞみが本当のことを言っているというのがよく分かったよ。母さん、自分が怒られて腹が立ったからって、そうやって卑怯なことをするのはやめろよ。夫に怒られて、義母は顔を真っ赤にしていた。私はただ、あなたたちのためにいろいろと力になりたかっただけなのに。義母はそうやって急に泣き真似をしだした。まったく、自分が悪いから言い逃れができない状況になると、泣くなんて完全に子供だ。
義母とは今までこんなに近くで長時間接したことがなかったから、このような自分勝手な性格の人だとは思わなかった。いや、もしかしたら今までは義父がいたから、義母のこの子供のような性格は表に出ていなかったのかもしれない。おそらく義父が注意をしたり、あるいは義父に怒られるのが嫌で義母自身が隠していたのだろう。だが今は誰も止める者がいないので、こんな風に暴走をしているのだろう。いずれにしても、こんな感じで私をいびってきたり面倒なことをするのなら、1ヶ月もこの家に置いておくわけにはいかない。しかし、その義実家の前をうろつく不審者というのが気になるので、義母のことを強制的に義実家に返すわけにもいかない。私は夫に相談をした。ねえ、お母さんのこと、このままこの家に置いておくの？勝手に部屋の中を見られているって思ったら、日中も仕事に集中できないよ。かといって、ドアに鍵をつけるなんてお金のかかることしたくないし。そうだよな。のぞみには嫌な思いをさせてるよな。本当にごめん。夫はとても悩んでいた。実の母親がこうやって嫁に迷惑をかけているのと、その実の母親の実家が安全ではないことを天秤にかけて判断をしなければいけない。そして夫はいろいろと考えた末に、こういう考えを提案してきた。のぞみの部屋にカメラを設置しておいてさ、母さんが勝手に入っていたら、その証拠映像を持って注意するってのはどうだ。そして、もし勝手に入ったら実家に返すっていう約束をするんだ。そしたら母さんもおとなしくなると思うんだ。なるほど。このまま何もしないよりはいいかもしれない。夫がカメラを用意すると言ってくれたので、私はその案に乗ることに。それから1週間ほど経った頃、義母はまた私の部屋に勝手に入っていた。しかも机の引き出しを勝手に開けて、アクセサリーなどを物色していたのだ。これにはさすがに私と夫の堪忍袋の緒が切れた。母さん、これは一体どういうことだよ。ちょっとなんでこんなところにカメラがあるのよ。お母さんが勝手に部屋に入らないという約束を破っていないか監視してたんですよ。最低。そんなことするなんて信じられない。お母さんの方が最低ですよ。私のアクセサリー勝手に持ち出しましたよね。これはちょっと借りようと思って。私に確認もしないで借りるっておかしくないですか？別にいいじゃない。ケチケチしないでよ。母さん、いい加減にしてくれよ。これは完全に窃盗だからな。窃盗。そんなひどい言い方しないでよ。いいや、そう言われてもおかしくないことをしてるよ。それに約束を破ったから、母さんにはここを今すぐ出て実家に帰ってもらうよ。そんな。待ってよ。謝るから。本気で反省してるから許して。もう勝手に部屋には入らないから。借りたアクセサリーも返すから。だからもう少しこの家にいさせてちょうだい。この通りよ。お願いします。義母はそう言って土下座をしてきた。まさかそこまでしてくるとは思わなかったので、私も夫も戸惑ってしまった。それから2人で話し合い、今回だけは許すが、もし今後私たちを困らせることをしたらその時は容赦しないということを伝えた。義母はその条件で了承し、それからもう少しだけ私たちの家にいることになった。とはいえもともと義母はここに1ヶ月ほどだけ泊まる予定で、すでに半月が経っていたので残り半月ほどしかいない。ここまで私たちが行ったのだから、さすがに変なことはもうしないだろう。だがそう思っていた私たちがバカだった。義母はその後、ありえない行動に出るのだった。ええ、そうしなさいよ。待っているわ。久しぶりに会えるのを楽しみにしているわね。やたらと嬉しそうに電話をしている義母。一体誰と話をしているのだろうか。電話を切り終えた義母に私は話しかけた。誰と電話をしていたんですか？
娘の舞よ。舞さんだったんですか？義母はどうやら義舞と電話をしていたらしい。ルンルン気分の義母。そして次の瞬間、こんなことを言ってきた。娘が里帰りしたいって言ってたからよろしくね。よろしくってどういうことですか？だから里帰り出産よ。あの里帰り出産ってどこにです？ここに決まってるじゃない。堂々とそんなことを口にする義母。里帰り出産って実家へするものですよ。お母さん、あの家に帰るってことですか？私がそう聞くと、義母は目を丸くしながらこう返してきた。何言ってるのよ。あの家に大事な娘とお腹の子を住まわせるわけにはいかないわ。このマンションの部屋は広いし、部屋数もまだあるんだから舞にもここに来てもらうのよ。私は耳を疑った。なぜ一時的に居候している義母がそんなことを勝手に決めるのだろうか。いや、そもそも義母だってもう少ししたらこの家から出ることになっている。お母さん、勝手に決められても困ります。私たちはもし舞さんが来ても家には入れないですよ。私がそう言うと義母は目を見開いて怒った。あんた何様のつもりなの？この家はマサトのものでしょう。養ってもらっている身のくせに生意気を言うんじゃないわよ。マサトが持っている家ということは、そこはもう実家と捉えていいのよ。そんなおかしな理屈は通りはしない。ここは義実家ではないし、夫の家でもない。私は自分勝手な義母に冷たく現実を突きつけた。言っておきますけど、ここは私の名義で購入している家ですよ。私がそう言うと、義母は鼻で笑った。いやいや、あなたがこんないい家を購入できるわけないでしょ。夫は今日は残業でまだ帰ってきていない。そのため義母は私に言いたい放題言ってきた。私一人なら恐るるに足らずということだろうか。随分と舐められたものだ。お母さんは私のこと全く知ろうともしていなかったんですね。私は大学を卒業してから外資系の企業で働いていて、年収は1000万を超えてるんですよ。嘘でしょ。本当ですよ。マサトさんに聞けばわかりますよ。そんな。義母は私が高級鳥だということにびっくりして絶句していた。そしてそのタイミングで夫が帰ってきた。母さん、またやったな。のぞみが電話をつないだ状態にしてくれてたから全部聞こえたぞ。何勝手に妹を呼ぼうとしてるんだよ。ここは母さんの家じゃないし、俺の家でもないんだからな。本当にのぞみさんの家なのね。もう限界だ。母さんは実家に帰ってくれ。そんな。待ってよ。あなたたちは私が危ない目にあってもいいって言うの。不審者のことか。不審者っていうのは嘘だろ。確かに実家をうろついている人がいたが、あれは完全にあっち系の人だろ。つまり母さんは借金をしてて、借金取りから逃げてるってことなんだろ。何度も確認しに行ったら明らかにそうだったよ。夫がそう言うと義母は顔を青くしていた。この家なら借金取りも知らないからって母さんはここで身を潜めてるんだろ。道理でいつも家にいると思ったよ。いくら借金をしたのか知らないけど、返さないといけないものはちゃんと返さないとダメだよ。ここに居座ろうだなんて都合のいいことは認めないから。舞の里帰りだって断りの連絡を入れてくれ。勝手に来てもこの家には入れないからな。今回のことで母さんが自分のことしか考えていないことがよく分かったよ。俺たちはもう母さんと絶縁をするから。夫が冷たく言い放つと義母は膝から崩れ落ちた。ああ。声にならない声を出してうなだれる義母。夫はそんな義母を横目に部屋から義母の荷物をどんどん廊下に出した。すぐに出て行ってくれ。もう俺たちは容赦しないから。義母は自分の荷物を廊下に出されて
呆然としていた。そして夫が今度は玄関外に荷物を投げ始めたので、慌てて外に出た。その瞬間、夫は鍵をかけて義母が入れないようにした。義母のわーギャー言っていたり、泣いているような声が聞こえてきたが、そのうち聞こえなくなり、義母は完全に姿を消した。その後、夫はすぐに義妹に連絡し、里帰り出産をしに来ても家に入れないこと、また義母が借金取りに追われていることを話した。夫が少し話を持って、家にも取り立てが来て大変だったから、義母と一緒にいると義妹も取り立てに追われることになるかもしれないと話すと、義妹はその夫の嘘を信じたようで、義母とは一切連絡を取らなくなり、里帰りもやめたらしい。義母は義妹夫婦の元を訪ねようとしていたそうだが、電話がつながらずメッセージも無視されて途方に暮れているそうだ。仕方なく実家に帰ったところ、張り込みをしていた借金取りに捕まって、借金を返すためにきつい労働をしなければいけなくなったらしい。義母はもともと浪費癖があったそうなのだが、義父の遺産が入ったことでそれに拍車がかかり、今まで以上に散財をするようになって、いつの間にか借金を重ねていってしまっていたそうだ。だが全部自業自得だし、ちゃんと借りたものを返すために働くべきだ。私たちはもう関わることはないが、まっとうに生きてほしいと思う。まっとうに生きようとしても、あっちの世界の人に連れてかれた時点で、それは難しいのかもしれないが。一方、私は夫と相変わらず、仲良く幸せな夫婦生活を送っている。これからも仕事に打ち込みながら、夫とたくさん楽しい思い出を作っていこうと思う。あんたたちは一体どういう教育をしてるんだい？あの女が勝手に家を飛び出して帰ってこないから、息子の家が悲惨な状態になってるんだよ。早く帰ってきて家事掃除をしろ。そんなことを叫んでいた義母。私は心底呆れてしまった。すると母はいきなり驚きの発言をした。あなたの知っている娘は昨日亡くなりました。私の名前はのぞみ。先日結婚したばかりの26歳の主婦だ。夫の正人とは仕事関係で出会った。取引先の担当者だった彼は私より3歳年上で、仕事がとてもできて頼れる人だった。だけどたまに見せる笑顔が子供っぽくて、そのギャップにやられてしまったのだ。いつしか私たちは2人で食事に行くようになり、交際がスタート。そして彼からプロポーズをされて結婚することになった。結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたので、私は結婚後に仕事を辞めて専業主婦となった。だが早々に私は夫との生活に違和感を感じ始めた。夫は何でもかんでも他人任せの人だったのだ。仕事から帰ってくると、まず着ているものを脱ぎ散らかす。まず玄関で靴を脱いでいる最中にネクタイを外して床に落とし、そして自分の部屋に向かう途中でシャツのボタンを外し、入り口近くに脱ぎ捨てる。そしてスーツの上はベッドに投げ捨て、ベルトを外してズボンと靴下を脱ぎ捨てて部屋着に着替える。そのため私が急いでスーツを畳みに行かないとシワだらけになってしまう。私が玄関前のネクタイを拾い、スーツの上着とズボンをきれいにしてクローゼットにかけ、ベルトもきれいにしまって、ワイシャツと靴下を洗濯かごに入れるという流れが毎日出来上がっている。そして今に戻ると、夫はソファーで寝転がりながら、晩飯まだ。と言ってくるのだ。まさかこんな風にズボラな人だとは結婚する前は気づけなかった。夫は一人暮らしをしていたのだが、私が遊びに行った時はいつもピカピカで綺麗だったからだ。だから綺麗好きできちんとしていて、生活能力が高い人だと思い込んでいた。もしかして専業主婦の私に全てを任せられるからとだらしなくなっているのか。そんなことを考えてしまったほどだ。他にも夫に対して違和感というか不満はあった。まず異様に好き嫌いが多いこと。夫は野菜が苦手で、ピーマンとか人参が食べられない。他にも味付けにも微妙に得意、
不得意があるようで、辛いのは好きだが唐辛子が入っているのは嫌だとか、ネギは食べられるけど火が通っていないと嫌だとか、そういう細かい注文が多かった。びっくりしたのはステーキを出した時のこと。肉を焼いて皿に盛って出したのだが、夫は手をつけず黙って私を見ている。あれ、牛肉食べられなかったっけ？でも焼肉は食べてたよな。そんなことを考えていると、夫がねえ、いつになったら切り分けてくれるの？と言ってきたのだ。なんと自分でナイフとフォークを使って切り分けるのもめんどくさいらしい。でもレストランではちゃんと自分で切ってたじゃない。あれは公の場だからな。実際、実家では母さんが全部切り分けてくれてたし、焼き魚だって母さんが骨を全部抜いてくれてたよ。私はその話を聞いてちょっと引いてしまった。そして絶対に夫には焼き魚は出さないようにしようと心に決めた。こんな風に夫には悪い意味で驚かされることばかりだったのだが、それでもまだこの頃は夫のことは好きだった。だがそんな中、私を悩ませる存在がもう一人現れた。それは義母だ。義母は結婚の挨拶や結婚式の時は普通の印象だったのだが、とんでもなく嫁いびりをしてくる意地悪な姑だったのだ。ある日の昼間、義母は何の連絡もなくいきなり我が家にやってきた。お母さん、どうしたんですか？あんたが我が家のルールを知らないとマサトから聞いたから、抜き打ちで調査に来たんだよ。そんな。義母はそう言って、部屋の中をうろうろして細かい部分を指摘してきた。そしてため息をついて私を罵倒する言葉をこれでもかというほど並べてきた。まったく、本当にあなたは女性なの？家事が何にもできないなんて嫁として生きる価値もないわ。掃除もダメだし、料理もダメね。まずマサトのためを思って作ることができていないのよ。本当に息子のことを思っているなら、ああしてあげようとかこうしてあげようとか、自然と考えてそれを行動に移せるものでしょ。あなたには母性ってものがないのかね？私は夫の母親ではないのだが、それにそれは母性というよりただの過保護だろう。だから夫は家ではぐうたらして何にもしないし、わがままだ。とにかく私がビシバシ鍛えるから覚悟しなさい。それからというもの、義母は毎日のように家にやってきては、私の家事に文句をつけてきた。そして夫も義母に同調して、そうなんだよな、のぞみは分かってないんだよ、と一緒になって責めてきた。母さんのことを見習って嫁としてレベルアップしてくれよ。そんなことを当たり前のように言ってきた。私は義母が毎日いる状態が精神的に辛くて体調を崩してしまった。それで病院に行くと、なんと私は妊娠していることが分かった。妊娠の報告には義母も夫も大いに喜んだ。これで少しは優しくなるかなと期待していたのだが、それはそれ、これはこれという考え方だったようだ。しかも義母はますますやる気を出して嫁いびりに精を出し始めた。孫が生まれるならあんたをもっと指導しないとね。ほら、サボってないでさっさと動きなさい。そう言って義母は私が身重になってもあれこれと家事をやらせてきた。本当は休まないといけないのに、座ると怒られてずっと立たされる。そして夫も、お前、妊娠は病気じゃないんだから甘えんなよ、と言って義母と一緒になって私を追い込んできた。これじゃあ私もそうだが、お腹の子の命も危ない。そう思った私は地方にある実家に里帰りしようと考えた。だがそのことを夫に相談するとまさかの猛反対。ふざけんなよ。お前がいなくなったら誰が家事をやるんだよ。それはあなたが自分でやるかお母さんに手伝ってもらうとか。俺は家事なんてやらねえよ。それに母さんに頼むのは違うだろ。でもあなた、一人暮らしの時は部屋きれいだったじゃない。あれは家事代行サービスを頼んでただけだ。なんと、
付き合っていた時のあの綺麗な部屋のからくりはそういうことだったのか。どうやら誰かが遊びに来る時は事前に家事代行を呼んでプロに掃除をしてもらっていたらしい。じゃあ家事代行サービスを頼んでよ。それはダメだ。なんでよ。金がもったいないだろ。結婚して家事をやる人を得たんだから無駄な金を使う必要はない。私は絶句してしまった。つまりまだ独身の時は自分をよく見せて結婚しやすいようにお金を使って恋人の目をごまかしていたのだ。夫は要するに自分の身の回りの世話をしてくれる人がいればよかっただけなのだ。だがこのまま夫に丸め込まれてお腹の子を危険な目に遭わせるわけにはいかない。お願い、私に里帰り出産をさせて。ダメなものはダメだ。まったく本当に聞き分けのないダメな嫁だな。仕方ない。これを出すか。そう言って夫は立ち上がり引き出しから何やら紙を取り出した。お前がどうしても実家に帰るって言うなら離婚な。なんと夫は記入済みの離婚届を出してきたのだ。まさかそんなものを用意していたの？私がびっくりしながらそう言うと夫は勝ち誇った顔をしながら、俺は本気だからな。頭冷やしてよく考えろと言って荷物を持って出て行った。おそらく義実家に帰っているのだろう。私は好都合だと思い、すぐに荷物をまとめて車に乗り込んだ。そして途中で役所に離婚届を提出。数時間かけて実家に着くと、両親は驚いていた。だが私が事情を説明すると、憤慨し、離婚して正解だと言ってくれた。それからは両親にサポートしてもらいながら、出産までゆっくりと実家で過ごしていた。すると家を出てから1週間ほど経った頃、いきなり義母が実家を訪ねてきたのだ。私はまさか地方のこの実家にまでやってくるとは思わずびっくりしてしまった。平日の日中だったので、父はいない。そのため私は仕方ないから自分が対応するかと思って立ち上がったのだが、母が私に任せてと言って私に部屋で待機しているように言った。そして母が玄関に行ってくれたのだが、私はさすがに気になってしまい、玄関の近くの部屋にまで行って聞き耳を立てた。義母は母が玄関を開けた瞬間に大きな声を出して、あの女を出せと言ってきた。あんたたちは一体どういう教育をしてるんだい？あの女が勝手に家を飛び出して帰ってこないから、息子の家が悲惨な状態になってるんだよ。早く帰ってきて家事掃除をしろ。そんなことを叫んでいた義母。私は心底呆れてしまった。この義母に育てられたから夫はあんな風になったのだろう。あんな風に詰め寄られて母は大丈夫だろうか。私はもし母が困ったら助立ちに行こうと準備していた。すると母はいきなり驚きの発言をした。あなたの知っている娘は昨日亡くなりました。私はなぜ母がそんなことを言ったのかわからなかった。だが母は鼻をすすり泣いているような声を出しながら話を続けた。本当に突然のことで、私たちもまだ受け入れられてないんです。あの子があんな風な別れ方をするなんて。そんな。だからあなたの息子さんの嫁はもういないんですよ。よくよく母のセリフを聞くと、私が死んだというよりは、義実家に嫁いだ私がもういないという内容だ。母はとても深刻そうな声で言っている。かなり芝居に入り込んでいるなと思った。だがそんなことで義母を追い払えるのだろうか。すると義母は母の演技にまんまと騙されたようだ。まさか亡くなったなんて。そんな。それはご愁傷様でした。義母はまさかの出来事に驚きうろたえているような声を出していた。母はここがチャンスだと思い、畳みかけるように義母を責めた。娘は生前、あなたや息子さんからのいびりに頭を悩ませていました。相当苦しんでいたのでしょう。だからあのような決断を。どうして娘があんなになるまで追い詰めたんですか？
自分の息子がもし会社で同じように圧力をかけられ続けたらあなたはどう思うんですか？もっと相手の気持ちになって接することはできなかったんですか？母にそのように責められると、義母はごめんなさい、と泣きそうな声で謝罪していた。そんな風に追い詰めるつもりはなかったんです。だけど可愛い一人息子を奪われたような気分になって、本当に申し訳ございませんでした。何やら音がしたので、そーっとドアを少し開けて覗くと、義母が土下座をしているのが見えた。まさか自分がそこまで追い詰めていると思っていなかったのだろう。だが私は自ら命を投げ出すほどではないにしろ、義母にかなり傷つけられて精神的に追い込まれたのは事実だ。だからあれくらいの謝罪はしてもらって当然だ。私に謝られても困ります。あの子は精神的に辛い思いをして心療内科で診断書までもらっていました。娘を傷つけた分の慰謝料はしっかりと支払ってもらいますからね。母がそのように言うと義母は、はい、本当に申し訳ございませんでした、とそれを承諾した。よほど自分の行動を反省しているのだろう。まあ、私が生きていることはどうせすぐにバレるだろうが、それでもちゃんと反省を促せたのは良かったと思うし、それにこれで子供を安全に産んだ上で慰謝料もちゃんと支払ってもらえる。とっさに思いついたのかは知らないが、母がこのような作戦に出たのはすごいと思う。義母はそれ以上ここにいるのが怖くなったようで、本当に申し訳ありませんでした、と言って逃げるように去っていったそうだ。それから数時間後に夫から LINE が来ていたが、私は無視をした。母が代わりに見たことにして、こちらにメッセージを送っても無駄です、と返事をしてくれた。夫から来ていた LINE の内容は、悪かったから戻ってきてくれ、母さん落ち込んで塞ぎ込んでる、といったものだった。さすがに夫は私が死んだというのは信じてないようだ。だが私は夫にいくら謝られようがもう許さない。弁護士を通して慰謝料を請求した。夫は払うのを渋ったみたいだが、義母が支払わないと後味が悪いわ、と言って無理やり支払わせたようだ。そのおかげで私は一括で慰謝料をもらえることに。慰謝料をもらえたことで、妊娠中は就活をする必要もなく安心して家で出産に集中できるようになった。離婚後も元夫はしつこく連絡を取ってきそうだと思ったが、連絡が来ないところを見ると、義母が怖がって私たちにはもう関与しない方がいいと言っているのだろう。多分母を怒らせて、娘の死の責任を負わせようとしてきたら困ると思ったのだと思う。ちなみに事情を知っている私の元職場の同僚によると、元夫は自分が働く会社でモラハラをしていたことや、何でもかんでも私にやらせたりしていたという情報が広まっているらしく、周りから軽蔑されているそうだ。これコピーお願いします。あ、ママがいなくても一人でできまちか？お肉を自分で切ることもできないやつは仕事なんてできないよな。このようなことを周りの社員から言われてバカにされて、毎日辛い思いをしているようだ。まあ、自業自得なので何とも思わないが、一方、私は無事に赤ちゃんを出産。元気な女の子が生まれた。娘が1歳になってからは、自分で就職先を見つけて働き始めた。現在はシングルマザーとしてバリバリ働きながら、子育てをして娘に癒される日々を送っている。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。